今回は飯田線で活躍した龍電晩年の雲波52を紹介させていただきます。こちらの雲波52は随分前に作ったものですが、こうやって12両コレクションしています。かつて先輩からこんな飯田線の編成表をもらったことがケーラズ沼への入り口でした。どうです？ちょっとそこら辺にはなさそうな2だけが持っている感じの資料ですね。おじさんこれにやられてしまいました。これが電吉クラブで所有している飯田線の雲波52系電車なんですが、実際の龍電が作られたのと同じ6両あります。このコレクションの車両たちは実はキットを作ったものなんです。これです。グリーンマックスの龍電52系飯田線タイプ4両編成キットです。このキットはこんな風になっていて、ここに雲波52が2両いて、中間車は左波87と左波75がいるという編成でした。この雲波52はここの張り上げ屋根と広窓が特徴のいわゆる二次車になっています。キットとしてはこれしか出ていませんでした。これをストレートに組み上げたのがこちら、広窓で肩のブルーになっている部分が張り上げ屋根という仕様ですね。こちらもですね、張り上げ屋根と広窓の二次車です。この広窓は3号、4号、5号、6号がいましたが、6号は戦災で消失してしまったそうです。そのため残った5両が阪和線などで活躍した後、飯田線に来たんです。1号、2号はこの窓が狭窓だったので、当時狭窓の龍電は発売されていなかったので、この顔の部分を生かして、サイドは雲波43という狭窓の電車から切り出して、ここでつないでシルヘッダーを丁寧に削り落として作ったのがこれ雲波52001。ここにジャンパー線をつけています。そしてこれがモーター付きにした雲波52002。当時狭窓車を夢中になって作ったものでした。これで龍電の1234が揃いましたが、5号はこんな色で作りました。こんな色の快速時代もあったんですね、飯田線ですから。5号はこの色の時代設定にしてみました。広窓です。この5号は面白いことに広窓なのに張り上げ屋根ではないんです。ほら、張り上げ屋根の34と比べてみると明らかに屋根の印象が違っています。バラエティに富んでいてたまらなかったな。で、僕の龍電愛を感じてもらえるのが最後の1両、雲波52006。大阪の空襲で失ってしまった末っ子を当時の現代の技術で復活させたという1両なんです。妄想が生み出した末っ子ですが、車体は雲波52のキットをベースにしましたが、床下カバーは東北新幹線の200系からスカートを流用して誕生時の龍電を彷彿とさせる感じにしてみました。車体はキットのまま組みましたが、こちらと同じ雲波52広窓車ですが、屋根は雨どいのないスマートな張り上げ屋根を再現。乗務員扉などもちょっと当時の今風に113系キットのものを移植して、こちらには雨よけのバーを溶接していたという設定です。そして車体の継ぎ目という継ぎ目にパテ埋めをしてピカピカに磨き上げた記憶があります。と戦災で失ってしまった雲波52006が電吉コレクションに復活しました。屋根上のベンチレーターも他の5両とは意識的に変えてあるし、おでこのヘッドライトも埋め込み式にしてあったり、雲波52005との違いを楽しんでいます。屋根の感じとか全然違いますよね。昭和40年代の技術で復活された末っ子、こんな感じで龍電52系を楽しんでおりました。はい、電吉クラブです。今回は2022年12月に発売された加藤の雲波52龍電一次型飯田線4両セットにウェザリングしている様子をご紹介します。ちょっとやりすぎた感はありますが、どうぞ最後まで
お付き合いください。竜電雲波52系は1936年京都大阪神戸間にデビューした現在の新快速のご先祖様にあたる電車でした。それをマイクロエースが10年以上前に模型化してくれています。どうですか？117系の新快速を彷彿とさせるカラーリングでした。ここに今でいうグリーン車が搬出用意されていました。4両編成で京都から神戸の間を走っていたんです。すごい編成美ですよね。これはこれで飛びついて買って大切にコレクションしています。この時代の広窓車が出るかと思って箱を用意していたのですが、どうやら出ないみたいなのでどうしようってところです。なんて言ってる間に、実は飯田線時代の竜電雲波52って人気があるんですね。マイクロエースから完成品が発売されていました。この一番手前に収納してあるのがマイクロエースの製品です。これはジャンパー線がついているので雲波52001です。こちらが002、お顔にジャンパー線がありません。マイクロエースが一次型竜電を発売してくれたので、当然これも買っていました。それから何年か経って加藤が飯田線シリーズの展開を始めます。加藤の飯田線シリーズの中でもう5年くらい前になりますが、広窓張り上げ屋根の雲波52004がたった1両だけ発売されました。もう片方の先頭車は雲波54100という車両でした。これは雲波53007、雲波52の流れを継ぎ、広窓は関西宮殿そのままで顔だけが韓流になったんです。僕の記憶ではこちらは加藤飯田線シリーズでも結構初期に登場した車両で、屋根も張り上げ屋根になっていて目立ちました。そしてこの度雲波52004から5年の時を経て竜電一次車が発売されました。サハ48との待ちに待った狭窓編成です。当然買いますよね。一次車なので、はい、狭窓。そして張り上げ屋根ではありません。これは雲波52001ですね。ここにジャンパー線をつけられるように取り付け穴が用意されています。こちらが雲波52002で、これがモーター車になっています。001と002は微妙に顔が違うところを加藤がちゃんと表現してますよとアナウンスしていますが、あ、本当だ。テールライト間の幅とか窓周りの桟の幅とか目視でも確認できますね。おかげでなんとなく表情に差異が生じています。差異を細かく知りたい方は加藤のホームページを見ていただいて、電吉クラブの動画では早速ウェザリングしている様子を見ていただこうと思います。これ中間車のサハ48、以前は横須賀線の32系っていう系列に組み込まれた中間車なんです。32系って付随車は長さ20メートルあったんですが、動力車は17メートルというサイズだったんです。17メートルの動力車は使い勝手が良くなくて早めに淘汰されてしまったので、付随車だけが残って窓割りが合うためか、竜電一次車と手を組んで活躍していたんです。それでは雲波のジャンパー線取り付けをしてからサハ48のキャンバス屋根の塗装をやってしまいましょう。それでは雲波52001にジャンパー線を取り付けます。まずはジャンパー線台をランナーから切り離して取り付けます。早速門外不出の加藤の特殊ピンセットを使ってみました。先が平らでつかみやすい形状をしていますね。でもここはタミヤの1500円の少し肉厚めのピンセットで十分なような気がしました。かっこいいですよ。ほら、ジャンパー線台はプラ成形のままなので、ここは青の15号で筆差しします。先の細い面相筆を使って丁寧に塗っていますね。ジャンパー線はランナーから切り離すと画像のように掴む取っ手がついているので、そこを掴んで
ジャンパー線台の穴に差し込みます。老眼なので小さい穴は超苦手ですが、取っ手に助けられてなんとか取り付けることができました。取り付けが終わったら画像のように先の鋭いニッパーで取っ手部分を切り離すんです。加藤の設計配慮に感謝ですね。はい、クモハ52001ジャンパー線取り付け終了です。この車両は横須賀線32系電車の一員として生まれた戦前の車両なので、おそらく屋根はキャンバス屋根だったと思うんです。写真など見てもキャンバスっぽく見えるんですよね。つま面もキャンバス押さえの代わりに雨どい、判断が難しい車両なんです。ここはキャンバス屋根だったと仮定して加工することにしました。こちらのクモハ52は後半屋根なので、屋根の違いを再現してみましょう。旧型電車なので加藤の屋根の色がいい感じのグレーではありますが、後半屋根の若干錆びた感じに仕上げることにします。まずはこちらキャンバス屋根のサハ48から加工開始と参りましょう。それでは車体の分解からスタートしますが、ここは2倍速でご覧いただきます。これプレスドア、ここはプレスドアですが、こちらは更新ドアですね。こうしたところもちゃんと作り分けられています。改造や更新で2両と同じ車両がいないと言われた魅力満載の加藤飯田線シリーズですね。そして屋根は裏から屋根板を直接押せば外れます。こうですね。はい、外れました。そうしたら次はベンチレーターを外します。屋根裏に飛び出しているベンチレーターの足をピンセットなどで押してあげれば外れます。なくさないように気をつけましょう。廃盤になって久しいスエード調スプレー、グレーがないので黒の残りで屋根をムラムラに吹いてきました。こんな感じですね。ザラザラで質感的にはグッドなんですが、色が黒なのでこれを上からグレーで吹いてきます。僕の得意の軍艦色丸2ですね。さっきの黒の上に軍艦色丸2をムラムラに吹いてきたのがこちらになります。どうですか？黒とグレーのムラムラ、いいよね。こんな感じ。この細やかなザラザラ感がキャンバス屋根の質感をとてもよく表現してくれます。はい、それではウォッシングというんですかね。屋根上に墨入れブラウンを流します。旧型電車なので墨入れブラウンは拭き取らないでそのまま乾かします。なのでウォッシングではなくて墨入れでしょうか。こうやってカラーをたっぷり流します。この状態で放置して乾燥を待ちます。拭き取らないことで土ぼこり感がより強く残ってくれるようにしたんです。茶色の濃いところと薄いところがムラムラになっていますよね。あえてその状態で乾かすと古めかしい電車らしく仕上がるんです。次は床下と台車です。サハですから床下機器は小さい機器がいくつかあるだけですが、そこに墨入れブラウンを流します。たったこれだけですが、乾いた時に黒成形のプラスチック感が消えて線路から巻き上げた土ぼこり感を与えてくれます。映像ではすでに台車への墨入れに映っていますが、台車もカプラーも同じです。うっすらと付着する土ぼこり感、自然な感じです。あれれ、屋根が乾いてないうちにベンチレーターを取り付けています。本来は乾いてからやらないと手が汚れますね。そうしたらベンチレーターにも墨入れブラウンを流します。ベンチレーターも鉄製の部品なのでうっすらとサビ色は有効だと思います。ベンチレーターの場合、外周の円盤の部分の内側にうっすらと墨入れカラーがリング状に残る程度の量を流すと効果的です。こんな感じです。次はボディへの墨入れです。ボディ全体に墨入れカラーを流す場合、まずガラスが汚れないように窓ガラスを外します。窓ガラスをすべて外したら土ぼこり表現が主なのでダークブラウンがいいですね。
特に扉部分を中心に車体全体にラフに塗ってキムワイプで拭き取りながら全体に引き伸ばす感じで車体側面をこすります。そうしたら反対側にも同様な処理を行います。ボディにはシルヘッダーに沿うようにカラーを流したら拭き取りますが、拭き取り方向は必ず縦方向です。そうしたら最後につま面にも墨入れカラーを流します。ボディ側面に比べてつま面の方が一般的に汚れているようです。この時ポロの部分にも墨入れカラーを流すとポロのひだに陰影がついていい感じに仕上がります。こんな感じです。それではボディが乾いたので組み立てます。こちらの左右のドアの違う方からいきましょうね。サハ48021から外したパーツはこちらに置いたので、こちらの部品を使って組み立てていきます。この時の注意点としては、画像では見にくいですが、トイレの曇りガラスの位置がつま面の窓のないところに来るようにします。側面ガラスは1枚は曇りガラスがあって1枚は曇りガラスがないんですが、各部の寸法は同じなので組み間違いに注意です。はい、ガラスが4面にはまりました。次は屋根を取り付けます。屋根は2枚とも部板が同じことを確認して矢印の向きを揃えたらパチンパチンとはめ込みます。それから床下も矢印の向きを揃えて組み付けます。組み終わりました。2両揃いましたがどうですか？屋根上のキャンバス表現、それからこの台車のマット感、つま面の薄汚れ感、床下のマット感、ポロの折りたたんだ感じなど、なかなかいい感じになったと思います。サハ48024です。ほら、こちら021もこんな感じ。特に屋根上のザラザラ感が思った通りにできたと思っています。いい感じ。続いて屋根の遮断部にある足掛け台をグレーに塗ります。ここの小さな正方形の部分ですが、軍艦色 ② で筆差しします。面相筆の先にちょびっと塗料をつけて置くように塗っていきます。反対側も塗ってしまいましょう。どうですか？こんな小さな部品ですが、屋根の端部にメリハリが効いていい感じ。ちなみにこの部品、屋根と一体成形なんですよ。それでは今度はクモハ52流電行ってみましょう。まずは車体から動力ユニットを抜き取ります。次に屋根を外します。ここら辺を押したら、はい、外れました。屋根に補助ウェイトが仕込んでありました。で、パンタグラフも外しておきましょう。屋根裏からパンタグラフの足をピンセットで押して外します。はい、取れました。それからベンチレーターですね。こちらも裏からピンセットで押して外します。外したベンチレーターはなくさないようにしましょうね。屋根上はちょっと茶色を吹いて、その上から軍艦色 ② をわざとムラムラに吹いたらホコリっぽいサビっぽい感じになりそうです。クモハ52も2両ありますが、デザインが違うのでここは一つ別々に仕上げることにしました。どうでしょう。まずはタミヤのナトーブラウンで吹いてきました。これです。で、これの上からこれをムラムラに吹きましょう。どうですかね。わざとムラムラに吹いてきましたよ。軍艦色 ② ですね。うっすらとサビっぽい感じになっていい感じですよね。はい、その上からタミヤの墨入れブラウンを流します。このままでもいい感じなんですが、墨入れブラウンで土ぼこり感をプラスします。いやー、僕はどうしてこんなに墨入れカラーが好きなんでしょうね。あっちでジャブジャブ、こっちでジャブジャブ。タミヤの回し物？
はい、塗り終わりました。では日の当たるところへ持って行って乾かしていきましょう。屋根を乾かしている間に床下にも墨入れブラウンを流してしまいましょう。この作業は3倍速でどうぞ。この台車は塗りやすいですね。外周にぐるーっと縁取りがありますね。安心してジャブジャブやっちゃってます。床下機器はこのように見えるところにだけちょこんちょこんと流していますね。走行中下から見ることはないので裏側には塗りません。加藤はモーターが小さいんですかね。トミックスと比べるとモーター収納部のカバーが小さいので動力車も床下がとってもリアルですよね。そうしたら次はボディに墨入れしますが、まずはライトユニットと窓ガラスを外します。ライトユニットを外すにはテールライトなど運転席周囲の細かな部品を外すので、部品を入れる小皿を用意してやっています。画像ではすでにライトユニットを外してしまいました。続いて窓ガラスを外します。つま面ガラス、運転席ガラスも外します。はい、全部取れたようです。墨入れブラウンをジャブジャブするので汚したくない部品は外しておくんです。それでは墨入れカラーを流しますが、さっきサハ48にはダークブラウンを流したのでダークブラウンでいきましょう。まずはホロから流し始めたようです。それからつま面、そして側面とどんどん墨入れブラウンを流していきます。ざーっと大雑把に流したところでキムワイプの登場です。画像を見てくださいね。キムワイプは上から下へ雨だれの方向に動かします。拭き終わったようです。次はお顔をウォッシングしていますが、写真を見るとこの辺サビサビなんですよね。それは後で表現しましょう。そう言ってる間に作業は反対側の側面に移っています。僕のウェザリングってとにかくサクサクと早いんですよ。出来上がりですけど、写真で見るとこの辺がね茶色いんです。おでこ茶色いんです。それとここ行き先表示板の下とか飛び出したテールライトの下とか画角から外れてごめんなさい。それではこれで乾燥を待ちましょう。次は運転台ですが、今回は省略します。ここの運行系統表示部には本来数字が入るのですが、まずは白く塗っておきましょう。車体を組み戻しましょう。まずはヘッドライトを戻して補助ウェイトも戻します。この子屋根上に重りが乗るんですね。はい、屋根を取り付けます。流電はいいですね。前後を間違えることがありません。屋根が戻りました。そうしたらヘッドライトがプラの成型色なので、ここの部分に墨入れダークブラウンでちょこんちょこんと墨入れします。ああ、いいじゃないですか。小さな部品でもやっぱりプラのままって嫌なんですよね、僕は。で、こちらがキャンバス屋根のサハ。こんな感じで連結するんですが、後半屋根の雲波とやはり差別化できました。はい、そうしたら窓ガラスを戻します。ここは5倍速でご覧いただきます。時間も押してきちゃったので5倍速でお送りしていますが、まずは窓ガラス、次にライトユニット、それからテールライトを戻しています。雲波52のテールライトってボディ側面にぴょこんと飛び出していて可愛いですよね。そうしたら動力ユニットを戻して屋根上にはベンチレーターを戻します。だんだん元通りに組み上がっていきますね。その後でベンチレーターにも墨入れブラウンを流しています。
この辺の汚し方は基本的にサハ48に準じているんです。パンタグラフの組み戻しです。旧型黒電のパンタは黒いので、色はそのまま活かして外紙にだけ白を刺しています。そうしたらゴールドを刺していつもの電吉仕様に仕上げます。パンタは周にゴールドが入るとかっこよくなりますね。それではエアブラシをパンタグラフ周辺に拭きたいと思います。ここでもタミヤ墨入れブラウンをエアブラシします。ほんとタミヤの墨入れカラー、電吉グラブでは大活躍なんですよね。では引き続き5倍速でご覧ください。僕はエアブラシをかけるときはかけたい向きに向くように敷いた新聞紙をくるくる回していますね。これはエアブラシのホースの長さに制約があるためで、作業をできるだけ簡単に済ませる工夫なんです。もう一つ、当てている照明も向きによっては影を作ってしまい、塗装面が見えにくい角度が存在するからです。今回は隣のサハ48とのバランスもあるので、旧型黒電だということで少しきつめにエアブラシをかけてしまいました。いつも汚しすぎは禁物だと動画で散々言っているのに、今回はとうとうやってしまいました。そして今回は旧型黒電なので、さらにタミヤのウェザリングマスターも重ねています。台車や床下にエッジの効いた陰影が生まれました。最後に行き先方向板を取り付けます。グリーンマックスのシールを使いました。立つのが良かったのですが、使ってしまっていたので豊橋になりました。はい、ウェザリングをすべて終了しました。ちょっと汚しすぎてしまいましたが、まず満足しています。こちらがクモハ52001、こちらがクモハ52002、そしてサハ48というラインナップになります。加藤の龍電、素晴らしいですね。こちらはもう10年以上前に発売されたマイクロエースのクモハ52なんですが、001も002も窓の3とか同じ顔をしていますね。テールライトの付け方も当時の技術ではボディ埋め込み式のような表情になっちゃっているのが残念なところです。今回の加藤のはすごいですよ。別パーツになって飛び出しているのに点灯するんですから嬉しいですよね。窓の3の形状やテールライトのついている位置、おでこの微妙なカーブの違いなどが再現されています。こちらは5年ほど前に加藤の飯田線シリーズに登場した広窓龍電クモハ52004です。ちょっとウェザリングの仕方が揃ってませんね。失礼しました。後日手直ししたいと思います。やっぱりこの1次車と2次車、印象が大きく違うところって魅力ですね。加藤製の出来の良さも手伝って実にかっこいい。飯田線シリーズの最後を飾るという6月発売予定の2次車には、広窓で張り上げ屋根ではないクモハ52005が含まれるのが楽しみですよね。とっても期待して待ってます。それではウェザリングビフォーアフターの比較をどうぞ。 SRC の仲間の方がデフォルトのクモハ52を提供してくれました。向かって右側がデフォルトのクモハ52、左側がウェザリング後のクモハ52001です。特に赤茶けた後半の屋根上が目を引きますね。今度はクモハ52002です。ビフォーアフターの左右が逆転しています。10年以上も風雨にさらされた
力強さが伝わってくれると嬉しいです。今度は奥がビフォー、手前がアフターです。龍電かっこいいですよね。こちらは戦災で失ってしまったモハ52006を昭和後期の技術で復活させた架空の龍電と並べてみました。そしてこちらは今年6月に加藤から発売予告されている虹型雲波52005をかつて存在した快速色に塗装した車両です。ここからは2023年春に開店予定のレンタルレイアウト今日の駅様のレイアウト制作開始セレモニーにお邪魔して撮影させていただいた走行シーンです。どうぞご覧ください。今日の駅では広さ50坪の大きな部屋の真ん中に10名が同時に遊べる N ゲージの巨大レイアウトを制作予定。現在スタイロフォームを貼った巨大な空間が出現したところです。オーナー様は SRC メンバーなので今日は SRC メンバーに自由に線路を敷設して遊んでみてとお声掛けをいただいたのでみんなでやってきました。加藤の龍電セットに飯田線シリーズの旧型国電を2両連結させてみました。6両編成です。こちらは飯田線シリーズの雲波52004を含む6両を同結させて堂々の10両編成で走らせてみました。すごい迫力の編成ですよ。実際にはありえませんが。電吉クラブが以前作ったグリーンマックスの製品やマイクロエースの製品との比較などしていたら動画がすっかり長くなってしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。今回の動画はこれで終わりです。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますのでそれをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。 SRC 相模原鉄道模型クラブは現在メンバー募集中。ご興味のある方は相模原鉄道模型クラブの動画を検索して概要欄をご覧ください。